はい、それでは Photoshop での書き出しやっていきましょう。今ですね、デザインファイルを開いた状態になっています。はい、で、書き出す対象なんですけれども、この上の部分ですね、メインビジュアルに該当する大きな部分、ここ今写真を使っていますけれども、手前に文字が見えると思います。で、この文字の部分がかなりデザインが入っていて、写真との統一感を重要視されている場合は、文字も一緒に書き出してください。はい、でそうではなく分離したいなという場合、例えばですねレスポンシブする場合にこの文字の部分の大きさとあと写真の大きさをこうデバイスの幅に応じて変えたいなという場合は分離しておいた方がいいと思います。で分離する場合もこの文字の部分は例えば HTML とスタイルシートを使って表現をしていって、でこの後ろの写真の部分は写真として書き出すっていう場合と、あとこの文字の部分もフォントが特殊な場合、要は、ウェブフォントとして実装できない場合はこの文字の部分も画像として別で書き出すというケースもあります。はい、で今回はこの写真の部分独立して書き出すという形にしていきたいと思います。はい、で今この四角い枠でマスクされているこの上のレイヤーの写真ですね。でこのマスクされた状態で書き出したいので、今このグループ化されているレイヤーですね、この部分。はい、でこの文字の隣のこの空白あたりですね、レイヤーの行のこの部分を右クリックしてください。でそうすると書き出し形式点々点というメニューがありますので、こちらをクリックします。はい、でそうしますとこのプレビューの画面が出てきます。はい、でプレビューの画面が出てきたら、ここですね、今 1366×768 ってなってますけれども、ファイルサイズがここに出ています。で JPEG を選択すると 128.4KB、 今画質が5の状態ですね。はい、でこれが例えば画質が7高い状態になると565でちょっとファイルサイズ大きくなります。でファイルサイズ大きくなるので、例えばこう 200% で見た時も綺麗に見えていると思うんですが、ちょっとこれね大きいかなと思いますので、だいたいこう大きめのメインビジュアルだと100キロ前後ぐらいを目指して書き出していきたいと思いますので、はい、画質は5ですね、5に落としていきます。128ぐらいですね今。はい、でこれでいいなと思いましたら書き出しボタンを押してください。でそうすると保存場所ですね、聞いてきますので、保存場所を確認して、でファイル名も、半角の英字でつけてくださいね。はい、でこれ日本語でファイル名をつけてしまうとサーバーにアップした時に文字化けしてしまいますので、はい、注意してください。で保存を押します。はい、これで今書き出されました。はい、で次ですね、これで言うと、よいしょ、ちょっと拡大しますけど、ここですね、出身地とか職歴の先頭の部分にアイコンをデザインしているので、このアイコンも書き出していきます。はい。で、今回はこちらはですね、これも同じように書き出し形式点々点から書き出すんですけれども、アイコンの周りの部分は、よいしょ、ちょっと拡大しますけど、この周りの部分は透明ですね。で、真ん中は白いこう塗りで書き出したいので、こんな形です。で、形式はピングを選択します。で、これ JPEG を選択してしまうと、はい、逆にね、ファイルサイズ大きくなるし、こちらのですね、背景も白い、ここも白くなっちゃいます。はい、なので、こういったアイコンの場合は、ピングを選択した方がファイルサイズも小さくなるし、透明の効果も使えます。はい、じゃあこれでいいなと思いましたら書き出しをしてください。はい、で書き出しの
フォルダを確認してファイル名が日本語じゃないことを確認したら保存をしましょう。はい。で、次ですね。この丸いデザインされたもの。で、こちらの今選択している四角が元の写真のサイズなんですね。で、ちょっと大きさとか位置取りとかが調整された状態になっていて、で、丸い円でマスクされている状態です。で、こういったものを書き出すときに、この周りが透明にしたいからピングで書き出そうかなというアイディアもありはありなんですけれども、これもですね、ちょっと書き出しをしていきましょう。で、私これグループ化したレイヤーで右クリックで書き出し形式をクリックします。はい。で、今これプレビューウィンドウに出てますけれども、JPEG を選んだ場合、ここが白くなってしまうんですけど、これ実はスタイルシートで丸く要素として切り取ることはできるんですね。はい。で、真ん中のこの見えてる部分は写真として問題なく表示できればいいので、声援を四角い状態で、画像として保存した時に、ここが白くなったとしてもファイルサイズが小さい方がいいかなと思いますので、JPEG で 29.9KB で、これピングを選ぶとここはね透明になるんですけど、ファイルサイズ見てください。128.4、かなり大きいですよね。はい。なのでこの場合はですね、ちょっとこのちっちゃい画像の割に 128.4kB は大きすぎるので、今回はこれ JPEG を選択して保存していきたいと思います。はい。で、書き出しボタンを押して、で、フォルダの場所とファイル名、日本語でないことを確認したら保存ボタンを押してください。はい。このようなケースですね、どういう形式で書き出そうかなと悩むと思うんですけど、今回この声援ですね、マスクが声援で作られているので、なんていうかな、綺麗な声援に整えられるような状態では書き出したいけど、画像のファイルサイズを抑えたいという。はい。で、折衷案で JPEG を選択という形ですかね。はい。で、img 山っていうフォルダに私はこれグループ化してあるので、こちらも右クリックで書き出し形式点々点。はい。で、JPEG が選択されているので 30KB ぐらいになってますね。はい。で、そしたらこちらも書き出します。はい。で、フォルダの確認とファイル名の確認をして保存。はい。で、3個あるので、この3個目も同じようにやっていきます。img 田んぼで書き出し形式。はい。で、こちらも JPEG で 36kB ぐらいですね。はい。で、これをまた書き出していきます。はい。で、書き出しの場所とファイル名、日本語じゃないことを確認して保存しましょう。はい。じゃあ、これでですね、はい。書き出し、Photoshop での書き出しは以上になります。はい。お疲れ様でした。